こんにちは、ミッキーです。今回は2026年最新レポート日本橋カフェ&グルメ5選です。江戸時代から商業の中心地として発展してきた日本橋エリア。新鮮な店舗や歴史ある建物が残る一方で、近年は再開発によって新しい商業施設や飲食店も増え、街の表情が少しずつ変化しています。昔ながらの喫茶文化をリニューアルした街のコーヒー屋さん。品質にこだわり抜いた最強の街焼肉店。旧銀行跡の地下に佇む隠れ家カフェまで。今回は日本橋周辺で日常使いしやすいカフェや飲食店を中心にまとめています。ぜひ歴史と新しさが共存するこの街で新しい発見をしてみてください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずはじめにご紹介しますのは、茅場町駅からガーデンハウスコーヒー。茅場町兜町エリアでこだわりのコーヒーと食事、さらに日常に寄り添う空間を提供するカフェがこちらのカフェ。鎌倉初のレストランブレンドガーデンハウスが手掛ける都市型カフェです。過去にクレープやクッキーを販売している下北沢の店舗もご紹介していますし、新宿のガーデンハウスもご紹介していますが、こちらもまた違った雰囲気でとても素敵です。ブリューザシティ、一杯から街に優しい余白をというコンセプトのもと、2025年6月にオープンしています。場所は茅場町駅から徒歩1分、日本橋兜町のランドマーク兜湾の1階に位置していまして、アクセスの良さも魅力の一つ。オフィス街の中にありながらふと立ち止まって一息つけるような落ち着いた環境にあります。店内はご覧のように白い壁と木の素材を基調とした明るくナチュラルな空間。高い天井と広めに取られた座席配置によって開放感がありながらも落ち着いて過ごしやすい雰囲気が広がっています。56席と比較的ゆとりのある設計で、カフェ利用はもちろん軽いお食事や作業利用にも適した環境です。日本橋というビジネス街にあるからか Wi-Fi や電源も完備されていまして、日常使いしやすい点も嬉しいポイントです。またご覧のようにケーキや焼き菓子などコーヒーに合う様々なメニューがありますので、こだわりのコーヒーとともにお菓子をつまみつつ作業するのにとてもおすすめです。そしてもう一点、ランチメニューも充実。ランチタイムになりますと近隣のビジネスマンの方々がこちらを訪れてランチをとっている様子も伺いました。そして私もランチタイムにご訪問。この日はテデイズボールとしましてラムカパオ、セットドリンクでカフェラテ、そしてデザートとしてかぼちゃのバスクチーズケーキをいただいています。セットでいただきましたカフェラテはミルクのまろやかさとコーヒーのコクのバランスが良く、食事とも合わせやすいような味わい。そしてランチでいただきましたラムカパオは色鮮やかなターメリックライスにラムのひき肉や野菜を合わせた一皿。スパイスの香りがありつつも強すぎずエスニックな風味が食欲をそそりました。ラム肉も主張しすぎることなく全体的にバランスの取れた味わいで食べやすい仕上がりになっています。そしてデザートはかぼちゃのバスクチーズケーキ。かぼちゃの自然な甘みとカラメルのほろ苦さが重なり合った奥行きのある味わいです。しっとりとした濃厚な口当たりの中にほんのりとした塩味がアクセントとして効いていまして、甘さを引き締めていました。スイーツのクオリティはもちろんのこと、空間の心地よさもこのお店でご体験ください。続いては三越前駅から帝コーヒー店の日本橋本店。三越前日本橋エリアで長く愛され続けていますコーヒーとスイーツを楽しめる老舗。1948年創業の歴史を持ち、日本橋を代表する喫茶店の一つとして多くの人に親しまれているお店です。場所は三越前駅から徒歩2分ほど。実は2025年9月末をもって旧店舗での営業を終了。過去の動画で旧店舗もご紹介していますが、こちらは2025年の10月から日本橋室本ビル3にて仮店舗として営業をスタートしています。長年親しまれてきた場所からの移転ではあるものの、日本橋の街で変わらぬ味と時間を提供し続けています。仮店舗ということで、こちらでの営業も約6年から7年を予定していまして、その後は大型複合ビルの完成に合わせて再び元の場所へ戻る計画となっています。
歴史を重ねながらも日本橋の街と共に歩み続ける存在であることが感じられます。店内はどこか懐かしさを感じさせる落ち着いた空間。大きな窓からは光が差し込んでいますので、レトロでありながら入りやすさも人気の理由です。席は2階30席、3階12席と分かれていまして、ゆとりのある設計。幅広い年代の方が思い思いに過ごしている様子を見ることができます。決済は現金のみ。Wi-Fi や電源の設備はありませんけれども、それも含めて昔らしさを感じてみてほしいです。そんなミカドコーヒーで一番のおすすめは日本橋ブレンド。ミカドコーヒーの基本となるブレンドで、半熱風焙煎機で丁寧に焼き上げられた芳醇かつふくよかな香りと軽い酸味、あっさりとした苦味が感じられるマイルドで飲みやすいコーヒーです。この日もいただいているので後でご紹介するんですけども、なんとそのお値段は390円。今のご時世でコーヒー1杯500円以下でいただけるのはとても貴重になっていますので、そのクオリティと価格のバランスの良さは抜群です。そしてコーヒーの他に様々な喫茶メニューも注目。人気順にモカゼリー、コーヒーフロート、モカエスプレッソ。ぜひコーヒーと一緒に楽しんでみてほしいです。そんな中、この日にいただきましたのは、先ほどご紹介しました日本橋ブレンド。そしてもう一つ、モカソフトです。モカソフトは、ミカドコーヒー店の名物メニュー。コーヒーの風味をしっかりと感じられるソフトクリームです。甘さの中にほんのりとした苦味がありまして、単調にならず、最後まで食べ進めやすい仕上がりになっています。シンプルながらも工夫が感じられる一品。幅広い世代に親しまれている理由が伝わってきます。そのソフトクリームの高さも特徴的で、崩れずうまく作り上げてくれるのも熟練の技を感じました。続いては日本橋エリアでデリとスイーツを楽しめるお店、パリア日本橋高島屋ショッピングセンター店。1996年創業のデリカテッセンとして知られていますパリアがいただける店舗です。場所は日本橋駅から徒歩1分ほど。日本橋高島屋の中にありまして、ショッピングの合間や待ち合わせの前後にも立ち寄りやすいような立地です。パリアといえば美味しくておしゃれなデリが楽しめる店。そんな理由からランチにもぴったりなお店だと言えます。様々なデリが色鮮やかにディスプレイされていまして、それを選ぶのもとても楽しいです。一方、スイーツも満足感の高いラインナップのため、カフェとしての利用もおすすめです。実際に私はこの日はカフェタイムに訪れていまして、こだわりのケーキとドリンクバーを注文しています。店内は白と木目を基調としたシンプルで清潔感のある空間。ペンダントライトが印象的で明るく開放感のある雰囲気が広がっています。席は意外と多く45席ほど。ランチタイムにも穴場的に使えるようなそんなお店です。さて、こちらはドリンクバーの様子。今回もショートケーキにドリンクバー付きで注文しているんですけども、こちらのドリンクが飲み放題になっていますので、買い物の合間と長時間滞在する際にも一息つけるようなそんな空間になっています。カップに注いでいただいた後に持ち歩くこともできますので、退店する際にはもう一杯ついていただいて持ち帰るのもいいかもしれません。ホットドリンクの紅茶としましては、茶葉がティーバッグ形式で格納されていますので、そちらからお気に入りを選んでいただいてお湯を抽出するような方法です。なお、イートインでもテイクアウトでもランチとしていただく場合には、ご飯プラスメインプラスサラダプラスサイドというスタイルでいただくことができます。ご飯は白米、玄米、週替わりご飯の中から選ぶことができまして、白米以外はプラス60円で、その差もほとんど変わりません。なお、テイクアウトもできまして、アプリを利用した場合にはスムーズにいただくこともできます。そして、この日いただきましたのは、ストロベリークラシックショートケーキのドリンクバー付き。ドリンクバーは先ほどご紹介しましたので、ここではストロベリーショートケーキのご紹介。真っ白なクリームにイチゴが乗ったシンプルな見た目。パリアの定番とも言えるようなショートケーキです。口に運んでみると、スポンジはきめ細かく、ふんわりとした軽い食感。間にはスライスされたイチゴがサンドされていまして、甘みと酸味のバランスが絶妙です。口当たりは軽やかでミルク感のある仕上がり。ぜひこの機会にご体験ください。続いてはバクロ横山からすぐ、知る人ぞ知る実力派焼肉店、焼肉ガンちゃんのご紹介です。店内は肩肘張らずに過ごせるアットホームな雰囲気で、仕事帰りの一人焼肉から仲間との食事まで幅広く使いやすいお店です。こちらガンちゃんの最大のこだわりは使用している牛肉の質。
メインで扱いますのは幸牛。山形県寒河江で育てられます黒毛和牛で、自然豊かな環境と長年受け継がれてきた飼育方法により、赤身と脂のバランスが非常に良いのが特徴です。脂はしつこさがなく、口どけが良く、赤身や旨味が濃い、量より質を実感できる焼肉好きにはたまらない牛肉をお楽しみください。さて、まずは飲み放題メニューのご紹介。こちらの店では飲み放題1時間からスタート。1時間1100円でいただけるんですけども、30分の延長ごとに550円で追加することもできますので、思う存分飲んでいただければと思います。そんな料金設定なので、30分に1杯以上飲めば元は取れるかなと思います。さて、早速注文しましたのはタンハラミ盛り。まずは外せない王道の盛り合わせです。タンは程よい厚みで、サクッとした歯切れと噛むほど広がる旨味が印象的。ハラミは赤身のコクが強く、焼くと肉汁がじんわり。タンはレモン、ハラミはタレでいただくことにしました。続いてはカルビロース盛り。先ほどご紹介しました幸牛の魅力が一番わかりやすい盛り合わせ。カルビは脂の甘みが上品で重たさを感じません。ロースはきめ細かい肉質で、焼きすぎずさっと炙るのがおすすめ。白ご飯が欲しくなるような安定感のある美味しさになっていました。続いてご紹介しますのはホルモン5種盛り。鮮度の良さが一目でわかる美しいホルモン。それぞれ食感や脂の乗り方が違い、最後まで飽きずに楽しむことができます。その秘密は丁寧な下処理。下処理が丁寧なため、臭みが一切なく、ホルモンが苦手な方にもお勧めしたいような、そんな一皿になっています。一緒に訪問した私の妻もホルモン結構苦手だったんですけども、むしろホルモンが克服できるような、そんな味わいだと言っていました。続いては低温調理ユッケ。しっとり滑らかな舌触りで、肉の旨味がダイレクト。低温調理ならではの安心感と濃厚な味わいが両立しています。卵黄と絡めるとコクが増して箸が止まらなくなるような、そんなおつまみになっています。続いてはインパクト大な上レバ滴。鮮度抜群だからこそ提供できる上レバ滴。表面をさっと焼くだけで中はとろっとレア。焼き方結構難しいと思うんですけども、店員さんがやってくれましたので、その辺も安心でした。レバーというと癖があるように感じる方もいるかと思いますが、こちらの上レバ滴に関しましては癖はほとんどなく、レバーの甘みとコクがしっかりと感じられました。そんな感じで冒頭のタンハラミからカルビロース、ホルモン5種盛り、低温調理ユッケ、上レバ滴と様々な種類の様々な食べ方でいただいたんですけども、どれもとても美味しかったので、お腹が許す限りいろいろと注文してみてほしいです。さて、こちらは生白菜キムチ。発酵させすぎずシャキッとした食感が残るタイプ。辛さは控えめなので、肉の合間のお口直しにもぴったりです。そして締めは2種類。まずはテール温麺。じっくり煮込まれたテールの旨味が溶け込んだスープ。優しい塩味で飲んだ後や締めにも体に染み渡ります。もう一つは昆布水冷麺。昆布の旨味を生かした澄んだスープが特徴。さっぱりとしつつも奥行きがあり、焼肉の後でも重くならないような、そんな一杯になっていました。ぜひ様々な幸牛の魅力に触れてみてほしいです。そして最後にご紹介しますのは、茅場町駅に戻りましてコイン。場所は茅場町駅から徒歩2分ほど。1952年築の元銀行をリノベーションした複合施設バンクに入居する店舗で、その地下かつての大金庫があった場所にも広がるカフェです。この複合施設バンクのベーカリーショップ、ベーカリーバンクやビストラ園に関しましては、過去の動画でもご紹介しているので、そちらをご覧いただきたいんですけれども、今回は地下の特別な空間をご紹介していきます。地下への階段を下っていく様子も極上。非日常感を存分に味わうことができます。店内に入りますと、まず目に入るのが木材を基調とした温かみのある空間。大きなテーブルやカウンター、棚に並ぶ器やインテリアが印象的で、まるでギャラリーのような雰囲気が広がっています。天井の木の梁や間接照明も相まって、落ち着きと開放感のバランスが心地よい空間になっています。席の数は26席ほどとコンパクトな店内ながら、一席ごとの余白があり、リラックスをして過ごすことができる印象です。カフェとしての機能だけではなくて、食器や雑貨、オリジナル家具が並ぶショップを併設したユニークなスタイルのお店です。そんなお店だからこそ、
コーヒーやスイーツ以外にも店内に並ぶ器や家具も一つ一つ注目。もちろんショップを併設していますので、カフェで使用されている食器や雑貨、家具のほとんどを購入可能。もしお食事をした際に気になったものがありましたら、同じ作家さんのものを購入してみてください。そんなこだわりの食器や落ち着いた空間、丁寧に作られるスイーツやこだわりのコーヒーを楽しめるこのお店は、日常の延長にありながら少し気分を切り替えられるような心地よさがあります。コーヒー一つとっても様々な品種をラインナップ。店員さんのおすすめを伺いつつ、お気に入りの一杯を探してみてほしいです。なお、コーヒーに関しましては、レギュラーコーヒーでありますミディアムとハンドドリップコーヒーのライトを選ぶことができますし、カフェオレで注文する場合にはオーツミルクもしくは米麹ミルクから選ぶことができます。他にはカフェオレのフロートだったりとか、抹茶オレ、自家製のチャイ、自家製レモネードなども注文ができます。そんな数々のメニューから、この日はハンドドリップコーヒーのケニアとキャロットケーキ、そしてバニラアイスをトッピングでいただいています。ハンドドリップコーヒーは店員さんのおすすめを聞きつつケニアをセレクト。朝入りのシングルオリジンで口に含むと紅茶のような爽やかな酸味とフルーティーな香りが広がってきました。もう一つはキャロットケーキ。見た目以上にしっとりとした質感で、フォークを入れると柔らかくほどけるような口当たり。そんなキャロットケーキにバニラアイスをトッピングすることで、ひんやりとした口当たりと甘みが加わり、デザートとしての満足感もより高まっていきました。ケーキのしっとり感とアイスの滑らかさが重なり、一口ごとに変化を感じられるような組み合わせになっています。先ほどご紹介しました通り、アイスクリームに関しましてはカフェオレだったりとか抹茶オレのフロートにもできますので、ぜひそちらの楽しみ方もご堪能ください。さて、ここからはアフタートーク。春に楽しみたい東京散歩、あなたのおすすめはというテーマです。今回ご紹介しました日本橋エリアに関しましては、東京駅を出て散歩ルートにとてもおすすめです。今回ご紹介している通り、様々なおしゃれカフェがありますし、東京駅の八重洲口を抜けまして日本銀行の方に向かい、日本橋へと景色が変わっていくその様子は、レトロな江戸の街の様子を感じることができまして、とてもおすすめです。さらにそんな日本橋エリアの中でも、東京駅から離れるにつれてより下町感が増していきます。さらに進んでいきますと、今度は清澄白河だったりとか蔵前の方にも向かっていきますし、北側に歩いていくことで上野や浅草に着くこともできます。ただその辺りまで行きますと少し歩きすぎになってしまいますので、日本橋エリアまでが限界かなと思います。とはいってもカフェで休憩を挟みつつ歩いていくことで新たな発見があるかと思いますし、結構おしゃれな雑貨屋さんも多いので、皆さんの方でもぜひ体験してみてほしいです。あとは東京都内様々な散歩スポットがあるかと思いますので、おすすめがあれば教えてください。この動画がいいと思いましたらチャンネル登録といいねよろしくお願いします。またインスタグラムでは最新の情報をお届けしていますので、そちらのフォローもお願いします。また本チャンネルではメンバーシップもやっています。これまでに巡ったカフェの情報が簡単に探せる会員限定サイトだったりとか、制作の裏側、また新施設情報、新店舗情報、これからの気になる情報などもお届けしておりますので、よかったら参加してみてください。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。